香川県多度津町。1947年、戦後の混乱した日本のこの地で少林寺拳法は生まれた。己の幸せを思い、そして人の幸せを思う、そんな心を持った人間たちでいっぱいの世の中であってほしい。開祖宋同心の信念をもとに、社会秩序が崩壊し、弱者に対して無法の暴力がはびこる世の中、無気力な大人とすさむ若者たちを見た開祖は、将来の日本に憂いを感じた。少林寺拳法はあくまでも護身の技術である。その巧みな技の一つ一つは強力な破壊力を秘めている。小さく力の弱いものでも大きく力の強いものを制することすらできるのだ。法形と言われる基本技のいくつかを紹介しよう。運用法ございます。放射、主射、お互い、倒れ、回転、主射、上段突き、技あり、回転、主射、金的目打ち、有効。回転。主射、目打ち、有効。後者主者に分かれて自由に技を掛け合う運用法。実際相手に突きや蹴りを当てるこの修練において、フェイスガードやボディープロテクターといった防具は必要不可欠なものだ。強い衝撃から体を保護する防具。半世紀以上に上る少林寺拳法の歴史は、この防具においてもさまざまな研究進化を遂げてきた。銃砲の運用法はファールカップなどを着用して行う。後者が自由に主者の袖、襟、手首などを掴んで
倒し投げに来る。主者は当て身や牽制を使いながら後者の攻撃意欲をそらし、手首を決めて投げたり倒したりするのだ。世界のどこかで今も醜い争いが行われている。それに比べ現在の日本はかなり安全な国であると言えよう。しかしここ数年理不尽な犯罪が増加しており、世界有数の治安国家という名はもはや形骸化している。我々の身の回りにもいつどのような無法の暴力が降りかかってくるかわからないのである。少林寺拳法の技を習得するということは、日常生活においてそのような危険に遭遇しても的確に対処できる身体能力を身につけることができるということでもあるのだ。より正確に力強く、そして美しく講師の技の数々を繰り広げる演武を行えるようになることは、少林寺拳法を志す者の憧れであるのは言うまでもない。突き、蹴り、投げ、倒し、豪獣一体となった動作の極みを紐解いてみよう。少林寺拳法の技法を表現する技術である演武。それは洗練された技の動きであり、演武者は正確に表現しなければならない。相手の鋭い攻撃に対して剛柔織り交ぜた無駄のない防御と反撃を繰り返し、護身の技術、そして達人剣である少林寺拳法の特徴を余すところなく表現している。その動きは斬新に至るまで滑らかであり、止まることがない。動と静、空間と時間の間、表現する動きは目に映らないところまで及ぶのである。演武者の技は自分のそれまでの修練の過程そのものであるという。別の表現をするならば、修練の履歴書であるのかもしれない。無我、無心という言葉がある。まさにその表現の通り、演武者は技を表現して